さて今日はとある魚を求めて海に来ました。まだ足ひれを履けていないので水中銃を一旦落とします。こんな感じで波が強い日は海に入ってから足ひれを履くんです。時刻は16時18分、夕間詰めまであと30分といったところ。さて早速水中銃をセッティングしていきます。さて最初の獲物を発見しました。目の前を優雅に泳いでいるオニハゲブダイです。比較的警戒心が薄く、いつもは近づいてくれるのですが、マサルが何度もここに来ているので警戒されてしまっています。あと50センチぐらいで射程に入るのですが、ギリギリの場所で煽られています。とここで高級魚を発見しました。なるべく足ひれの漕ぐ音が聞こえないように魚の頭上へと近づいていきます。いたのはコクハンアラ、3キロぐらいありそうだ。頭上に行く前に気づかれてしまったので潜行開始。絶妙に距離を取られる。狙いを定めてヒットならずと、穴の中へと逃げていってしまいました。しかしまだ穴の中にいる可能性はあります。息を整えて潜行開始。くぼみにいる可能性もあるのでくまなく探していきます。どうやらくぼみにはいないようだ。ということは先ほどの穴の中に確実にいるはず。かなり狭そうな隙間だが、果たして入れるのか。どうやら中は意外と広そうだ。とここでまさかの展開。何やら魚が近づいてきました。しかもものすごい勢いで。狙いを定めろマサル。ヒット。このまま引き上げないと穴の奥に逃げられて大変なことになる可能性があります。しかし息が続かず、一旦浮上することに。水中銃ごと引きずり込まれてないのでひとまず安心です。さて夕間詰めになり魚が増えてきました。息を整えながら周りの確認もしておきます。潜行開始。お、魚は入り口にいますね。よかったよかった。そして奥はどうやら反対側とつながっていそうですね。さて取れたのはカスミアジ。1キロあるかないかぐらいの個体ですね。とりあえずあのトンネルが回遊魚の通り道になってるんでしょうね。そして皆さん、さっき洞窟の入り口にあったこれ見ました？赤く発光してるこの生物、何これ。初めて見たんですけど、ライトとか持ってたわけじゃないんで反射してるとかいうわけではないんですよ。いやー、海にはまだまだ不思議な生物がいますね。さて忘れてはいけません。私はコクハンアラを狙っているんです。さっきの穴に入ろうとしていると、またもや回遊魚が2匹こちらに寄ってきました。これは2匹一緒に串刺しにできそうだ。いや、角度が微妙すぎるか。ヒットならずと。2頭追うものは1頭も得ないんですね。ちなみに今の魚はカッポレですね。そして少し沖の方に来てみました。海底にいる無数の魚はバラフエダイとマダラタルミですね。海底はこんな感じになっています。ちなみにこいつらがマダラタルミ、フエダイ科の魚で味もかなりいいんですが、警戒心が高く魚付きではなかなか取れません。少し潜ってみましょう。警戒心の高さがわかると思います。マサルが潜り出してすぐ全員退散。なんでそんなでかい体してるのにそんなに逃げていくの。さて深場を諦め浅瀬の方を潜っていると、
いました。今回の狙いの魚が泳いでいます。こいつに限っては息を整えるとかありません。すぐに潜り出す。さて、穴の中に入っていったようだが、出てきてくれ。出てきた。さて、あとは当てるだけ。外したら一生後悔する。狙いを定めてヒット。やりました。さて、取れた魚は何でしょうか。今のところシルエットしか見えてないですからね。さてさて、上がってきました。この特徴的な背中に白い点を持った魚はあいつだ。そう、岩の中に隠れていたのは笛鯛。いやー、もう本当にね、あの状態になって穴から出てきてくれるのって20回に1回とかなんで、もうめちゃくちゃ嬉しすぎてナイフを落としてしまいました。ここは冷静に着地点を見失わないようにしています。うわ、せっかくの喜びの時なのにナイフを回収しに行きましょう。いや、本当にね、落ちた場所見てないともうマジで見つからないんですよ。皆さんどこに落ちてるかわかんないでしょ、まだ。はい、黒いのがナイフです。なんとか拾うことができました。と、笛鯛がいないか一応確認。いなさそうなので上がっていきます。いや、海底から見る笛鯛めちゃくちゃ神秘的ですね。いやー、嬉しい。はい、ということですね、2日間が経過しましたと。いや、みんな久しぶりに笛鯛が取れました。嬉しい。笛鯛ね、なんかね、今沖永良部島に大量発生してて、普段はね、穴の中にねいることが多くて、動画映ってるかわかんないんですけど、釣り人歓喜だと思います。100匹超えの笛鯛がもうなんかゾロゾロね、目下を泳いでるわけですよ。そして皆さん知ってるかわかんないですけど、波笛鯛もですね、意味わからんぐらいいるんですよ。で、どっちか絶対ついたろうって思ってて、なんとかつけました。そして今回もですね、かなり笛鯛について調べてきましたんで、笛鯛だったから聞きたくない、もう魚をさばくところから見たいっていう方は、僕がコメント欄で固定でこっから見れば雑学終わるよっていうのを作っときますんで、雑学飛ばしたい人はそっから見てね。今ではですね、笛鯛って言えば超高級料理店だったりとか、超高級寿司店、もしくは自分で釣るとかでしかなかなか味わえることがない。質がいい個体に関しては1キロ1万円とか、魚屋で売られてるなんて絶対ありえないような超絶高級魚なんですね。さて、雑学タイムスタート。笛鯛の何が面白いか。一つ目、歴史が面白いです。2000年代まではですね、笛鯛って主に鹿児島で高級魚として親しまれてたんですよ。だから全国的な魚ではなかったんですね。ただですね、笛鯛のあまりにもの美味しさに気づいた人がいまして、そっから笛鯛ってマジでうまいらしいよみたいな感じで、一気にこうやって有名になって、笛鯛食べたい、笛鯛食べたいって言ってね、需要が増えてきてるんですけど、笛鯛ってそんなに数いないんだよね。だから値段が上がる要素しかないんです。今だったらキロ4、5千とか、高い時はキロ1万とかしますけども、今のうちに食べといた方がいいんじゃないかなと僕は思います。さらに歴史の話パート2。パート2があります。笛鯛の名前というのはですね、1935年、およそ90年前ぐらいに名付けられたんですけども、驚くことにですね、波笛鯛と笛鯛、1983年まで同じ魚種だと分類されていたんですよ。確かにね、笛鯛もですね、別名白点って言われてて、背中に白い点がありまして、波笛鯛も白い点があるんですよ。笛鯛がでかくなって波笛鯛みたいな形になると思われてたんだと思われます。波笛鯛の方がちょっとブスやな。笛鯛の方がちょっとイケメン。これが波笛鯛なんですけど、よく見たらどう見ても違うんですけどね、特にこの顔の柄は明らかに違うでしょう。で、あともう一つね、面白いのが、その1983年だけ笛鯛の名前が星笛鯛に変わってたんですよ。で、1980
84年からちゃんと笛鯛になったんですよ。さらに驚いたのがですね、魚って日本でこうやって統一して呼びましょうねっていう標準和名っていうのがあるんですけど、標準和名をつけましょうねって言われたの何年だと思います？これ日本魚類学会が2000年に標準和名っていうものを作りましょうねって言ったんですよ。2000年？俺が生まれた後や。だからね、多分ね、標準和名ついてない魚めちゃくちゃいるはず。俺たちでさ、なんか魚に標準和名をつける会みたいなの作ってさ、めちゃくちゃ名前つけてやらない？さてということですね、皆さんお待ちかねの魚さばきの時間でございます。さてこちらが笛鯛なんですけども、笛鯛って黒星笛鯛だったりとか波笛鯛だったりとか結構似てる種類がいるんですけども、ここに白い点があるものが正真正銘の笛鯛です。そして今回実は初めてね、8月に取ったんですよ。お腹パンパンで硬いです。今まで5月しか取れたことなくて、卵がパンパンで身に栄養がいってない状態のものしか食べたことなかったんで、沖永良部の笛鯛はそこまでだなーって思ってたんですけども、今回これが内臓脂肪だったら大変期待できます。そしてここは突き跡ですね。こっから入ってどこだろう、ここちょうど脳天や脊髄をかする形で取れましたので、取った時はほぼキルショットになってましたね。ちなみにこういう串刺し状態になってる魚はですね、取れる身が少ないんで、かなりね、値段が下がります。はい、そんな感じで今回の笛鯛さばいていくんですけども、笛鯛ってね、マジで個体差がすごいんですよ。母島で取れたものと、沖永良部島で取れたものは、両方ともそんな美味しくなかったです。評価としては B マイナスぐらい。多少美味しい魚ぐらいの感じなんですけど、鹿児島県でご飯食べた時に、大隅半島で取れた笛鯛があったんですけども、それはね、やばかった。SSS ぐらい。本当に取れる場所と時期で、マジで味が変わる魚なんで、皆さんコメント欄でね、うんまい場所と時期教えといてください。個人的に買って食べようと思いますんで。もう動画にも専用。そのぐらい当たり答えはマジでうまいから。というわけで、さばく。はい、それではね、まず鱗を落としていきましょう。確か鱗はね、取りやすかったはず。取りやす気持ちいい気持ちよ。もうブダイとは大違いや。ブダイの鱗はね、もう取るのが大変すぎて取りやすい、楽じゃ。いやー、お腹の中何入ってるか楽しみでしゃあないな。で、焼くとうまいんでね、ここら辺も取っときましょうね。カマのね、鱗。はい、それじゃあ綺麗にしていきましょう。魚にはですね、ここにちょっと見えづらいんですけど、側線ってものがありまして、ちなみに側線はこの背中の線ですね。大体の魚にあります。基本的にどの魚も側線の鱗はなんか頑丈にくっついてるんですけど、笛鯛は普通に鱗かきでやる分には取れないですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ここにね、鱗があります。笛鯛の皮はね、かなり頑丈で、皮は使わない可能性が高いんですが、この側線鱗取っときましょう。さて、こっからや。頼む、内臓脂肪入っててくれ。頼む本当に頼む。みんなも祈ってくれ。頼む、マジで本当にお願い。何が出てくる。でも産卵期は終わってるんよ。なんで卵がそんなへこむことないやろ。へこむやろ。へこむに決まってるやろ。なかなか笛鯛取れないんよ。8月が旬だって書いてある。でもまだ決まったわけじゃないからね。頼む。いやー、でもね、今年ね、笛鯛だけじゃなくって波笛鯛とマダラタルミと、あとバラ笛鯛異常発生してるんですよ。めっちゃくちゃいるの。めっちゃくちゃいるんだよね。全部笛鯛系の魚なんだけど、あいつらもしかして全員卵を産みに来てた可能性あるな。笛鯛が卵を産んでくれるのは大歓迎なんだけど、バラ笛鯛マジでいらないんだけど。バラ笛鯛シガテラ属に当たりますからね。売れないんですよ。
はい、心臓が出てきました。心臓でも食って気分落ち着かそうか。魚の心臓はね、うまいんですよ。悲しみのごま油心臓です。うまい。いや、旬って言葉に騙されたな。まあいいや。まあいいや。よし、仕切り直しや。撮影しよ撮ってるの？う。回してんの？まあ使うか、あえて。意外と俺落ち込んでるからガチで。はい、では中身見ていきましょう。で、お腹がねパンパンだった理由も分かりましたね。これ浮袋なんですけども、浮袋がパンパンです。はい、こうなると全然お腹普通の魚。ちょっと一旦切り離して内臓だけ見ましょうか。よし、消化器官を外していこう。取り出せそうです。もうなるほど。はあ。さて、こちらが内臓でございます。こういう卵に栄養を送るためにですね、体に脂肪をめちゃくちゃ貯めるわけなんですけども、一切の脂肪が乗ってないっていう個体は初めて見ました。しかもね、笛鯛の卵ってこんなちっちゃくないの。めっちゃパンパンででかいの。5倍ぐらいあるんだけど、でこれがこんだけちっちゃくなってるってことは、抱卵中なのか抱卵した後なんだと思います。だから100匹で泳いでたんだな。で、こちら肝臓ですね。肝臓もちょっとちっちゃめですね。ちょっと匂ってみよう。臭い。今日2日目なんでね、1日目だったら結構美味しかったんじゃないかなって色してます。そして胃袋。なんか食べてんのかな。なんか食ってるけど消化済みだな。本当は笛鯛って内臓が面白くて、普通魚の脂肪って真っ白じゃないですか。笛鯛はオレンジ色をしているんです。そして笛鯛系の魚もオレンジではないんですけど、赤っぽい色だったりとか、白じゃない内臓脂肪を持ってることで有名なんですよ。で、それを見せたかったのに内臓脂肪が1個もない。どうしたもんかね。とりあえずですね、内臓をね、綺麗にしていこうと思います。まずはね、エラを外していきましょう。笛鯛のエラね、結構ね、イガイガしてて痛いんですよね。肉食系の魚特有なんですけど、返しになってて、丸飲みした魚がね、口の中で暴れても、外にね、出れないような構造になってるんですよ。で、そして、ここは力ですね。パワーで引きちぎっていきましょう。この包丁きれいに入れたら取れるんですけど、私にその技術はない。で、そしたらですね、こう浮き袋なんで、浮き袋をね、外していきます。で、この浮き袋もね、油が乗ってたらもうギットギトなんですけどね、これも全く油を感じさせません。そしたらあとはですね、この血合いをですね、洗い流していきます。1週間ぐらい熟成させようと思ったんですけど、僕の経験則でしかないんですけど、こういうですね、身にエネルギーのない個体はですね、熟成してもそんなに伸びない傾向があるんで、熟成せずにこのまま食べちゃいます。ということで、頭を落としてね、三枚おろししていきます。じゃあ、まずは頭を落としていきましょう。しゃあないな、こればっかりは。ここの担鰭骨をスパッと落としていきます。そしたらですね、頭をグリッとひねって、背骨を無理くり外します。やっぱり断面がね、ちょっと悪くなる、良くないやり方ではあるんですけど、包丁が傷むことをね、防止することができます。身に水がつかないように、キッチンペーパーで余分な水を取っていきます。いやー、でもにしても、個体値の低い魚でしたね。ちょっとこれはひどいわ。明日さばいたらちょっと腹とか腐ってた可能性ありますね。基本的にはですね、同じ魚だとですね、北限の方が美味しいって言われてるんですよ。もちろん例外なんていくらでもあるんですけど、浅瀬にいる魚に関しては割と当てはまるなって僕は思ってますね。冷たい海にいる魚の方が美味しいことが多いですね。
だからこれもね、笛鯛も本土の方の鹿児島で取れた方がやっぱりね美味しいし個体値が高いですね。見た感じ、今さばいてる感じはちょっとどうだろうなーって感じはしますね。身はねすごい綺麗なんですけどね。笛鯛ね結構ね焼くとねうまいんですよ。で包丁入れる場所を作って頭を割っていきます。さてホームセンターの包丁 VS2.5 キロ笛鯛、意外といけてるね。お、ど真ん中ね狙うと結構ねいけるんですよ。老舗の包丁さんが言ってたことなんですけど、一時期さ3万番とかのさ砥石流行ってたじゃないですか。で包丁修理の依頼に行った時に何番まで研ぐんですかって聞いたら、坊主1000番まででいいぞって言われて、えって思って、で今までね8000番まで研ぐようにしてたんですけど、俺の8000番より彼の1000番の方が断然切れるの。やっぱねすごいよあの世界。はい、これでね塩焼きやりやすくなりました。これ焼こうかなと思ったんですけど、そういえば煮付け食べたことないなと思ったんで、煮付けでね食べてみようと思います。さて次はね柵取りしていきましょう。硬っ。うわー、やっぱりマグロで言えば大トロの部分なんですけど、もう脂がないから薄い。ここで切りましょう。はい、ではね皮を引いていきます。皮がね硬いからねミスることなんてありえないはず。絶対にありえない。あ、綺麗じゃん。あ、ちょっと残ってるけど、でこれが美味しいのであればちょっと熟成考える。ちょっと食べてみます。もちろん無味でいきます。バカにしてごめん、めちゃくちゃうまいわ。うまいわ。もう油は全く感じないんだけど、魚のうまみ、これがねえぐい。2日目でちょっと死後硬直がまだ溶けてなかったんで、熟成のうまみってよりもう笛鯛のうまみや、これはえぐいぞ。食感ももうツルッツルな感じ、もう歯触りも最高。内臓脂肪なしでこのポテンシャルはもうやはりエグすぎるな。ちょっと柵取りした分は友達にあげて、この三枚おろしにした分をなるべく酸素に触れないようにギッチギチに巻きまして、2日後3日後ぐらいに食べようかな。よかった、美味しい。ピチッとシートを久しぶりに使うことにします。もう開け方すら忘れた。ちなみに現段階のこの笛鯛の評価なんですけども A プラです。ということで最強の食材笛鯛を寝かせていきます。やっぱりこういう同じ場所で同じ魚種が取れても毎回味が違うんですよ。だからね結構やめられないっていうね。今回取れた場所とかもね同じなんだけど、前回の笛鯛より、全然うまい。B マイナスだったのが A プラになってるからね。クエクラスまでなってるからね。これは友達へのプレゼント。じゃあ2日待とう。はい、というわけでですね、2日が経過しました。実はあの日ね、笛鯛の半身妹にあげたんですけども、魚さばき系 YouTuber の兄を持ってしまった妹だから、めちゃくちゃ魚を俺からもらうわけなんやけど、今までね、一度も特に魚のフィードバックみたいな返ってきたことなかったんですけど、この魚はうまかったわ、ありがとう。初めて来た。やっぱ笛鯛うまいわ。ということで今日はね、そんな笛鯛なんですけども、刺身、そして兜の煮付け、こちら2品を作っていきます。ちなみになんですけど、四角ナマコの動画で、いつも愛用してるカメラをね壊してしまいまして、今ねほぼほぼ使ったことないカメラ使ってるんですよ。色味が悪かったら申し訳ない。お、結構水分抜けてますね。これは抜きすぎ案件です。結構乾燥してるな。ピチッとシート1年ぶりぐらいに使ったんですけど、そういえばこんぐらい強烈やったな。さばいていきましょう。柵にしていきます。はい、それでは皮を引いていきます。よし、完璧。
寿司で扱う際はですね、この血合いがね、非常に綺麗ということで、この血合いをね、残した方がいいんですけど、昨日ね、結構ね、食べてみた感じ、この個体はですよ、血合いに若干磯臭さがあるんで、血合い側に塩を当てまして、こちらの臭みをね、抜き取っていきます。と、寄生虫入ってんな。おそらくディディモゾイドじゃないか。まあこれ生食しても大丈夫なんですが、一応取っておきましょう。でちなみに一昨日友達にもね奥さんとさ食べてよみたいな感じで私に言ったんですけど、うますぎて完食してました。こんなうまい刺身あるんや言うて、それの2日後ですよ。マジで気になりますね。でこちらはですね20分ほど寝かせておきます。さて今度は頭です。4日目にしてもうマジで無臭。やっぱ両個体だったなこいつ。ということで煮付けにしていきましょう。具材はね特にないです。生姜だけ。こんなもので良いでしょう。はい、まずは生姜料理酒。これ適当なんで参考にしないでくださいね。そしてザラメ。ほんでここに笛鯛の頭。火がつかねえ。すいません、水入れ忘れてました。そしたら醤油でアルミホイルで落とし蓋をしまして、15分ぐらい茹でていきましょう。さて水分が出てきましたんで、この水分とともに匂いが出てきますから。でそしてですね皆さん久しぶりの撮影なんで大根のつま忘れました。ということなんでね平作りしていこうと思います。ここ刺した場所なんですけど意外と血が回ってないですね。では平作りにしていきましょう。ちょっと形を整える。さてやっていきましょう。ちょっとここは切っとこう。火通せばいけるんですが。さて、オープン。うわー、これホロホロやん。はい、というわけで完成。いただきます。今割り箸切らしてたんで、これで刺身とか掴む箸ですね。まずはね刺身から。もうこれね味濃いんで醤油とかいらないですね。うわ、やっぱ2日前とは全然違うわ。やっぱり熟成が進んで旨味がギュッと濃くなってるんですけど、食感に関しては初日の正直美味しいわ。こっちはねこっちで歯切れ良くて柔らかくてほんと熟成魚って感じですね。では煮付けでございますよ。これ 100% うまいやろ。いただきます。ちょっと待てよこれ。これもしレストランで出てきたらシェフ呼ぶわ。うちの母親がね煮付けめっちゃ好きで煮付けにかなりうるさいんですけど、ちょっと食べさせてみてもいい？これえぐいよ。ほんとだ、これすっごい美味しい。うわー美味しい。はい、ということでごちそうさまでした。いやー喜んだりね悲しんだりね感情の起伏が激しい動画になってしまいましたけども、今回の笛鯛マジでうまかったな。A プラやったな。煮付けに関しては SS と言ってもいいぐらいとんでもなくうまかったですねこちら。はい、撮影終わったんでね母親もうそそくさとね兜を持って帰ってしまいました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではマグロジャーキーが半額以下10万食売れたので感謝を込めて大盤振る舞いします。9月4日12時から